今日のテーマは損失回避バイアス。人は得をする喜びよりも損をする痛みの方を強く感じてしまうんです。この動画では日常の例と心理的な背景、そして今日からできる対策を解説していきます。見終わる頃には損を怖がりすぎない自分になれるはずです。まず、損失回避バイアスとは何か。一言で言うと、同じ額の得と損があったとき、損の方を大きく感じる心理の癖。例えば、1万円をもらった喜びよりも、1万円を失った悲しみの方がずっと強い。これが損失回避バイアスです。買い物の場面でもよく起こります。今買わないと割引がなくなると書かれていると冷静さを失いやすい。実際には必要のない商品でも損をしたくない気持ちでカゴに入れてしまう。クーポンやポイントも同じです。使わないと損と感じて不要な買い物をすることがあります。投資やお金の判断でも損失回避は強烈に働きます。含み損が出ている株を損切りしたらもったいないと持ち続けて結果的に傷口が広がる。ギャンブルで負けた時に取り返さなきゃと追加でかけてしまうのも同じです。損を確定させたくない気持ちが合理的な判断を邪魔するんです。人間関係や仕事でも損失回避は顔を出します。断ったら嫌われるかもと思って無理な頼みを引き受けてしまう。今のやり方を変えたら失敗するかもと考えて新しい挑戦を避ける。損するかもしれない未来を過大評価して現状にしがみついてしまうんです。それではなぜ損失回避バイアスが起こるのか。理由は脳が危険を回避するようにできているから。人類の進化の過程では得を逃すより損を避けることの方が生き残りに直結していた。だから本能的に損の痛みを強く感じるようになっている。もう一つは感情のアンバランス。得した時はすぐ慣れるけど、損した時の後悔は長く残る。この偏りが損失回避を強めているんです。次に放置するとどうなるのか。買い物では無駄遣いが増え、投資では損切りできずに被害が拡大する。人間関係では断れずにストレスをため、仕事では挑戦できずに成長を逃す。つまり損を避けたい心理がかえって損を大きくしてしまう。これが損失回避バイアスの怖いところです。ここからは今日から使える対策を3つ。1つ目は得と損を同じテーブルに置く。今1000円損したら将来2000円を守れると考えるようにする。損と得をセットで比較すると
冷静さを取り戻しやすいんです。2つ目は長期視点を持つ。一時的な損にこだわらず、1年後、5年後にどうなっているかを基準にする。短期的な痛みを引き伸ばして考えると、損の重みが薄れていきます。3つ目は小さな損をする練習をする。安い買い物で使わなかったけど、まあいいやと受け入れる。仕事で試したけど失敗したを軽く経験する。小さな損失を繰り返し許容することで、大きな決断でも冷静でいられるようになります。状況別のミニテクもあります。買い物ならクーポンを使うための追加購入を一度立ち止まる。投資なら損切りルールを事前に数値で決めておく。人間関係なら断ったら本当に損かを問い直す。要は損を過大評価していないかを常にチェックすることです。最後にまとめです。損失回避バイアスは誰にでも起こる損を避けたい本能。得と損を同じ